ろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。さて今日はですね、発達障害の子供を育てる親のメンタルケアについてお話をしてみたいと思います。今まで私も様々なことをしてきました。そして今こういう形に落ち着いていますというような話なんですけど、まず結論から言うとですね、私としては発達障害の育児って、育児自体が長く続くものですし、発達障害の場合はやっぱりその特性が年々強くなるとも私は聞いていて、お医者さんからやっぱり困りごとが変わってくるし、強く出たり、前進してることもあったり、前進してるのかわからないこともあったり、やっぱり悩みとか苦労は尽きないと思うんですよね。で、そうなってくると、その場しのぎのストレス発散とかって全く意味がないと私は思っていて、自分自身もいろいろなことをして今思うのは、とにかく専門家を含めたチームみたいな自分のサポート体制っていうのをできるだけ強固に、そして大きくしていくっていうこと。具体的に言うと、もう自分の相談できる人を専門家を筆頭に何人か作っておく。何口か窓口を設けておく。こういう悩みだったらお医者さんに聞こうとか、こういう気持ちをちょっと吐露したいのであればカウンセラーさんに聞いてもらおうとか、餅は餅やという言葉があるように、その道のプロに頼るっていうことが私にとっては一番メンタルケアで、結果が出ているかなと思います。で、やっぱり肝になってくるのって今困っていること、今後の不安とか懸念っていうのを共有できる、すなわち理解してくれる、そういった存在がすごく必要だと思うんです。で、特に日々の困りごとはなくなっていくに越したことはないですけど、その方法がわからない、どういう手法があるかもわからないってことも多々あると思うので、そのアドバイスをしてくれる専門家をもうサイドについていていただいて、いつでも連絡取れるようにして、何かあったら診察を受けて、カウンセリング受けて、相談をしてアドバイスを受けたり、あるいは自分自身がもう本当にストレスがいっぱいになってしまって、そのストレスの因数分解さえちょっとできていないっていう時には、カウンセラーさんを頼ってみるとか、あるいはもうざっくばらんにいろんなことを話したいなとか、子供の悩みをすべて分かち合えなかったとしても、こういう苦労があるなっていうことが分かるようなママ友だったりお友達だったりっていうことを話す時間を設けるっていう風に、私は主に今3つ窓口を設けていて、主治医とカウンセラーさんと、あとはお友達っていう形で自分を出す場所っていうのを分けております。そんな風に専門家に頼るっていうことは一番なんて言うんですかね、前に物事が進んでいきやすいですし、結果も出てきやすいですし、何よりお互い割り切って、あちらは仕事として私の話を聞いて、くれますし、私も専門家であればっていうことで全部吐露することができるわけですよね。お互いそのウィンウィンな関係、こっちはお金を払っているから思う存分と言いますか、何でも話せる。あちらはプロなので、それを適切な形でインプットしてアドバイスをくれるっていう、ウィンウィンな形っていうんですかね。そういう関係性が私にとってはすごくストレスフリーなんですよ。なので、やっぱり自分に合ったお医者さん、自分と子供に合ったお医者さんをまず見つけるっていうこと、そして自分に合ったカウンセラーさんを見つけるっていうことが非常に大切なのではないかなと個人的には思っております。では、ここに至るまでですね、どういうことを試して、なぜここに至ったのかっていう話をちょっと今からしてみたいと思います。私はですね、2020年に息子を出産しまして、その時ちょうどコロナが
日本に蔓延してきました。緊急事態宣言が出ましたみたいな時期だったので、割と出産とともに家にも缶詰状態みたいな感じだったんですよね。で、定期的に行われているその助産師訪問とかも延期になっていて、結構不安な育児のスタートではありました。ただ最初は私自身も結構体育会系というか、中学校はかなり厳しい部活に入ってキャプテンをしたりとか、高校時代も片道10キロぐらいの、高校だったんですけど、毎日自転車で往復したり、割と体力とかガッツがある方だったので、なかなか寝てくれない息子とか、いろんな不安も最初は全然感じてなかったんですよ。外出れなくてストレスはちょっとたまるなとか、めちゃくちゃ泣くなとか思いつつも、最初の1年ぐらいは頑張れていたんですね。ここが最初の間違いだったかなと思うんですけど、全然すなわち息抜きをしていませんでした。コロナ禍とはいえ、一人でちょっとスタバにコーヒー買いに行くぐらいとかできたと思うんですけど、やっぱり自分がちゃんと子供を見なきゃとか思っちゃっているところもあったりして、夫が仕事の人と外に行ったりとかしてても、私はもうひたすら子供との時間を過ごすみたいな感じで結構頑張っちゃったんですよね。1年ぐらい。で、1年経つ前ぐらいにちょっと引っ越しがあったり、いろいろバタバタしていて、私も連日寝てなかったり、疲れが溜まって2回目の乳腺炎になってしまって、で、同時に生理とかも再開したりして、かなりメンタルが落ちたんですね。すごいよからぬことまで考えてしまって、で、息子の癇癪とかもひどくなってきた時期だったので、すごく追い詰められてしまいました。で、その時に、まずこれはまずいと思って産婦人科に行きまして、様子を話したら、ホルモンのせいだからねっていうことで漢方を処方していただきました。その時翼寒さんだったかな、翼寒さんっていう漢方を処方してもらって、かなり気持ちが落ち着いたんです。だけどやっぱりその時仕事もお互い夫も私も不安定だったり、いろいろな変化があったり、結構しんどい時期の始まりっていう感じで、漢方を飲んですぐ良くなったかっていうとそんなこともなくって、アップダウンの落差は狭くはなりましたけど、なんて言うんでしょうね。やっぱりちょっとしたことでカーって怒れてしまう自分もこの時期から結構出てきたんですよね。いろんなストレスがやっぱり蓄積して噴火する直前ぐつぐついつも過ごしてるみたいな。で、その時に良くないなと思って、カウンセリング、個人のカウンセリングを予約しました。今から6年前かな。5、6年前に。それが個人的に受けるカウンセリングが初めてだったと思います。で、その時にカウンセラーさんに、ひろみさん、あなたは自分に厳しすぎるので、まず自分を許してあげてくださいねとか、当時は全くピンときてなかった言葉を言われて、その場しのぎでカーってきたら、その時話を聞いてもらって、夫婦に関することだったら夫婦カウンセラーさんに話を聞いてもらって、なんとか落ち着けるみたいな、本当にその場の対症療法みたいな形でカウンセリングを使っていました。あとはもう毎日保育園の先生に連絡ノートに気になることとか、昨日の困りごととか、いろんなことをバーって書かせていただいて、とにかくノートで書くことによって発散をしていました。で、先生方も優しくて、ここに書けるんだったらいくらでも書いてくださいねって言ってくださったりしたので、とにかくまず保育園の先生に読んでいただくっていう、そこが当時の一番の吐き出し口だったかなと思います。で、子供が1歳に過ぎてしばらくして産後初めて友達と外に飲みに行くっていうこともあったんですけども、そうですね、まだちょっとコロナが気になってたってこともあったり、子供も小さかったのでそんなに楽しめるっていう感じではないけれども、たまに外に出ていくっていうオプションも自分の中に生まれたっていう感じですね。
で、子供が2歳、3歳、4歳になってくると、どんどん日々の困りごとが強くなっていくわけなんですけれども、その時はもう、保育園の先生に話を聞いていただく、読んでいただくだけではなくて、インスタグラムのストーリーズで日々の出来事をシェアして自分の考えをまとめるとか、なんとか前向きな方向に考えられるように自分自身を励ますような文章を書くっていうような形で発散をしていました。あとはもう YouTube を作ること、動画を作ることが私自身の心の癒しだったので、よく好きなことをね、する時間をいっぱい取った方がいいとか、好きなものがいっぱいあればあるほどいいっていうのは聞きますけれども、私の中でこんな風に発散することとか、自分の世界観を作るっていうようなことだったり、あとは視聴者さんに喜んでもらうみたいな、そういうリアクションだったりっていうのが、一番今もそうですけど、当時の自分の励みになったり、癒しになってたりしたので、子供がギャーって泣いて起きてきた後に、ちょっと動画を編集すると、心が安らいだりとか、とにかく、辛い時期こそ、もう動画を作りまくるみたいな、結局そういったYouTube、心の拠り所だった YouTube が、今は仕事になったわけなんですけれども、なぜ頑張れたかっていうと、自分自身の拠り所だったからなんですよね。それがちりつもになって今仕事になっていったっていうところではあるんですけど、本当に当時はもう YouTube がなかったら私は生きていたかなって思うくらい、すごく自分が息ができる場所っていうことで作っておりました。そんな感じで、保育園の先生に話聞いてもらったり、インスタグラムのストーリーズで自分の気持ちを吐露したり、動画を作ることで発散したり、時々、お友達とご飯を食べに行ったり、あとはもう対症療法的に、大変だって思ったらカウンセラーさんに話を聞いてもらうっていうようなことで、その場をしのいできたというのが、4年半、産後4年半の私の、様子でした。で、当時を振り返ると、発散しようっていうふうにはしてたんですけれども、やっぱり一番肝心な専門家のアドバイスをもらうっていうことが欠けていたことは非常にもったいなかったなと思っています。やっぱりその日々の困りごとが成長とともに消えないパターンっていうのは非常に強い特性を持っている証拠なので、その場合はもう自分たちで考えても仕方がないんですよね。で、どんな有料な育児書を読んでいてもそれってやっぱり定型発達の子に向けたものだったりするので、よっぽど専門家とか専門医が書いた本じゃないとなかなかワークしないこともあるし、専門的な話ってやっぱ本だけ読んでも難しかったり、理解落とし込めなくって実践できなかったりするので、直接教えていただくっていうことが非常に大事だったかなというふうに考えております。はい。で、4歳半の時に息子は主治医と出会いまして、正しい対応法だったり、お薬だったりっていうのを処方していただいて、生活がかなり激変していくんですけれども、その時を境にですね、私の中で、やっぱり専門医に頼るっていうことが、私たちの中では一番効果が出たし、一番救われたなというふうに、思っています。もちろんその中でもこんなことあるんだみたいなびっくりするような出来事もありますし、その都度ちょっともうびっくりしちゃって勢いよく主治医にメールを打ってまず診察してくださいなんて言われたりしてっていう時もあったりして、その時すぐ診察できないじゃないですか。で、当時私はかなりショッキングな出来事があってどうしよう、この先もすごく不安だっていうふうに追い詰められたことがありまして、その時初めて児童相談所にも連絡をしました。児童相談所に連絡をした。これは結構最終手段かなって思っていたところがあって、自分の中で連絡したことによって結構落ち着いたんですよ。私は最終手段を取ったと。一旦ここまでやったからっていう形でちょっと落ち着けたこともあって、結局お世話にはならなかったんですけど、コンタクトは取ってお電話したりメールをしたりっていうこともありましたので、
行政サービスっていうのもいろいろと私もまだ勉強不足ではあるんですけれども、もっともっとオプションを自分の中で持っといた方がいいなと思うような出来事でもありました。だから最初に申し上げたカウンセラーさん、主治医、お友達っていうような3つの窓口が今ありますと言ったんですけれども、やっぱり何があるかわからないし、理解者が多ければ多いほどいいに越したことはないので、昨日も夫と話してたんですけど、いろんなサポーター、息子と我々夫婦のサポーターっていう協力者だったり理解者だったりっていうのをもっともっと増やして、もっともっと大きなチームにしていこうねっていうような話をしたんですが、そこはまだまだこれからも模索していくところかなと思います。願わくは小学校の先生だったりとか、小学校の先輩ママだったりとか、地域の方のそういったつながりもできたら嬉しいなと思う今日この頃なんですけれども、思っています。で、ここまで話して一人抜け落ちてないかって思う方もいたかもしれないんですけど、私は自分の親とか義理の両親とか姉とか自分の家族、元々の家族にそういう話をできるだけしないようにしたいなと思っています。これは別にその息子のことだけではなくって、夫婦のこととか自分のことも含めてなんですけれども、というのもやっぱり自分自身の経験から身内だからこそちょっと期待してしまうところがあるんですよね。分かってくれたら嬉しいなとか、何でも聞くよって言ってくれたからちょっと打ち明けてみようかなって、温かい言葉をもらえるんじゃないかなとか、やっぱり期待してしまうんですよね。だけど往々にしてやっぱり期待と違うことが返ってくることが多いんです。で、それが自分のことだったらまだ大丈夫なんですけど、やっぱ息子のことだとかなり傷つく言葉に聞こえてしまうパターンもあるわけですよね。そういった経験を何度かしまして、やっと自分の中で気づいたのは、別に相手が悪いわけでもなくって、自分が期待をしすぎてしまっていたと。で、かつこういった発達障害っていうのは当事者じゃないと絶対わからないと思うんです。子供が癇癪を起こしたってその一言、子供が癇癪を起こしたって3つの言葉で終わっちゃいますけど、実態はどうなのかって想像に限界があると思うんですよね。私も経験なかったら多分ギャーって泣いてたのかな。ああいうイヤイヤ期みたいなものをイメージしてたと思うんです。だけども、イヤイヤ期と呼べないくらいの本当に爆発物みたいなぐらいの刺激というか衝撃が毎日あるわけですよね。それは本当に脳がバグるぐらいの威力がありますし、あるご家庭は毎日お通夜みたいだったって言ってますけど、全くうちも一緒だったんですよ。お通夜っていう表現がここまでしっくりくる日常生活ってあるかなって思うぐらい、本当にお通夜状態だった時期も我が家はあるので、やっぱりそういうのは経験しないとわからない。もちろん私も経験したことないことはわからないです。例えば知的障害があってとか、重度障害があってとか、そういう特別支援学校に通っててとか、そういう経験は私にはないので、そこでの苦労の話をされても、もう想像に限界があるんですよね。なので、苦労してないから悪いとか、当事者じゃないから悪いとか、そういうことを言いたいのでは全くなくって、そういうものなんだと思って、であれば分かる人を探す。この探すっていう行為がやっぱり生きるスキルというか、子育てのスキル、特に発達障害とかすごく手のかかる子供を育てる上では必須の能力かなと思います。で、しかもこれは後天的に得ることができるスキルなので、どうにかしたいなって、みんな思うと思うんです。その時に一言助けてくださいだったりとか、教えてくださいだったりとか、自分で調べてみるだったりとか、行動を起こすっていうことが非常に大事。やっぱり何もしなくて助けてもらえるってことはまずなくて、自分で調べたり自分で動くことによって巡り合ったり、あるいはその姿勢を見ていて誰かが助けたいと思ってくれるわけなんですよね。なのでやっぱり物事を前に進めていけるかどうかっていうのは、初めの自分が第一歩を踏めるか、その姿勢を持てるかっていうことだと
思うので、これすべて自戒を込めて話してるんですけども、そんな思いでこれからもやっていきたいなと思う今日この頃です。で、もう一つね、メンタルケアにすごくつながってるなって思うようなことを、二つお話ししたいと思います。一つは、食事ですね。本当に私は8年前に体調を崩してから、どんどん食事アップデートしていてかなり気を使っているんですけど、もちろんお菓子も食べるし、添加物取りませんとかそういうタイプでは全くないんですが、自分の体が元気にスムーズに動く食事内容とか、こういうのを食べた次の日はこうしようとか、サプリメントとか、そういうのがもう大体分かってきたんですよね。で、腸の状態とか、いろんなものを見て、今これが足りてないなっていうのもなんとなく分かってきていて、その口に入れるものを、自分の体に合うものにしていくっていうその食事っていうのがまず一つ。で、もう一つは運動なんですけど、運動ももう子供ができてからかなりいろんなオンラインのレッスンしたりとかいろいろ試してきた中で、今のところ私にすごく合ってるなって思うのがピラティスなんですね。今流行りのピラティス。マシンピラティスで私は101のレッスンを週に1回受けているんですけども、ピラティスって私すごく簡単なイメージがあったんです。ポーズだけ見るとゆっくりだし、できそうだなみたいな。だけどあれってすごくインナーマッスルとか体幹を使うので、かなり難しいんですよ。なので、集中しなきゃいけないんですよね。で、その集中するっていう瞬間が若干メディテーション、瞑想に似ていて、自分自身に向き合うとか、自分自身の体に集中するって普段の生活でやっぱり相当意識しないと難しいと思うんですよね。なんですけど、マシンを相手に集中しないとできないのでっていうその瞬間がかなりいい脳の切り替えというかリフレッシュになっていて、もう最近はお酒も飲まないし、飲みにも行きたいと思わないし、そういう時間があったらもうピラティスしたいなみたいなそういう感じになってきています。あとはもっと細かいことを言うと、夜になったら必ず電気を暖色色に変えてとか、この電球をつけてリラックスモードにするとか、いろいろとあるんですけれども、全てそういったこともメンタルケアにつながってるなと思います。はい。皆さんはどんなことをしてご自身のメンタルケアされていますでしょうか？冒頭に申し上げましたけど、私は結構何かいっぱい食べたりとか、何か買ったりとか旅行に行ったりとかっていうことがあんまり発散にならないタイプなんですよ。帰り道で思い出して落ち込んじゃったりとか、旅行中もぐるぐるいろんなこと考えちゃったりとかするので、私は性格的にもう気になることあったらできるだけ早くそこに向き合ったりとか、自分に向き合ったりとか、夫と話したりとか、いろんなことをして何かそのままにしないようにするっていう性格なので、こういったことが合ってるかなとは思っています。はい。ぜひ皆さんのメンタルケアの方法もコメント欄で教えてください。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。